こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちら。こちらのポコポコのボンネットの編み方をご紹介したいと思います。こちらの作品はですね、沢田イットさんのダリーという毛糸で編ませていただきました。ほんとね、ダリーという毛糸がすっごくもうほんと大好きな毛糸なんですけど、キットモヘアのめちゃめちゃ肌触りのいい、ほんとすごく素敵なモヘアをリリアン形状にしてチューブ状にした手芸糸なんですけど、結構太めの糸なんですね。で、そちらで編ませていただきました。で、去年はですね、じゃん。このポコポコのカーディガンを編んだ糸になります。すごいポコポコしてる。頭も袖もポコポコ。そう。こちらの糸、そして編み方もその玉編みのちょっとサイズ感とか編み方は、こちらのカーディガンを参考にして、このポコポコのボンネットを作りました。もうね、とにかく肌触りもいいし、このポコポコ感がすっごい可愛くって、もう来年もなんか編みたいなと思って編んだのがこちらのボンネットになります。もうね、てかこのカーディガン、この色で編んでも可愛いんじゃないのって私は思ってるんですけど、今これ背中がこんな風に開いてたりとかするカーディガンなんで、ちょっとこういうガーディーなお色で作っても絶対可愛いですよね。可愛い。そう。で、こちらのボンネットなんですけど、これ、なんとですね、ここが縛れるんです。ギュッと。こんな感じで、巾着になるんで、こうやってバッグとして持っていただくこともできます。ちょっと今ギュッと絞りすぎちゃったんですけど、ギュッと、ギュッと、ギュッと結んで、こんな感じでバッグにすることができます。で、ちょっとこうやってね、荷物取ったりとか、この2ウェイのボンネットバッグです。なのでね、ボンネットはちょっとさすがにって方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういう方はバッグとして使っていただいてもいいし、こうやってね、こんな感じで、ほんとフードみたいにしてマフラー代わりに使っていただくのもほんとアクセントになって、すっごく可愛いです。で、このダリーさんは、白とかこのグレイッシュブラウン、キャメルとかベーシックカラーもすっごい可愛いですし、このラベンダー、このライベンダーカラーのね、ライラックとか、あとレッドとかイエローとかもすっごく可愛いので、そういう色でこういう風に、ちょっと、なんていうんですかね、コーディネートのアクセントにしていただくのもすごくおすすめとなっております。可愛い。めっちゃ可愛い。私これ本当にこの冬、すごい愛用しようと思ってます。こんな感じで、もうこれから絶対寒くなるんで、こんな感じで、今年はニット帽代わりにボンネット。絶対可愛いですよね。被っていきたいと思います。はい。それではですね、編み始める前に概要欄に糸の紹介だったり、糸何使ったの？あと、道具何使ったの？あと、オンラインストアでキットも販売するので、キット、編み図販売するので、そちらの URL、あと SNS の URL も記載します。なので、もしよかったら見てみてください。それじゃあ早速、編んでいくぞー！本日はこちらの糸を使って編んでいきます。沢田糸さんのダリーという糸です。キットモヘアをリリアン形状にして編んだ糸です。すっごく肌触りのいい、全くチクチクしないモヘア、それをリリアンにしたというとてもスペシャルな糸です。こちらの、214番ライラックを使っていきます。そしてかぎ針がこちらの8ミリ。ちょっと太めの針を使って編んでいきたいと思います。こちらが本日の編み図です。で、まずは鎖編み44目を編んで、このように輪のようにしてから編んでいきます。ではまずは鎖編みを44目編んでいきます。ここから編んでいきます。1、2、3、4、5、6、44目編めました。そしたらこれを輪にしていきます。この鎖編みの目がねじれないように確認して、この作り目の1目目ですね、に針を入れて鎖1本と裏山を拾って、ここで引き抜き編みをして、
こんな風に輪にします。それでは1段目から編んでいきます。このご覧の通り、細編み、鎖2目、長々編み4目の玉編み、鎖2目、これを繰り返していきます。もう前段ただただ、この玉編みと鎖2目と細編みを繰り返して編んでいく図案になっています。で、こちらは2段で1模様ですね。になっています。まず1段目、細編みを編んで鎖2目。で、1段目のみ、この作り目ですね。作り目に針を入れて編んでいく形になります。2段目からは前段の細編みだったり、玉編みの頭だったりっていう風になっていきます。それでは1段目編みます。立ち上がり鎖1目で、先ほど引き抜き編みをしたところ、同じところですね。作り目の1目目に針を入れて、細編みをします。で、鎖2目。そしたら、長々編み4目の玉編みですね。編んでいきます。針に2回糸を巻きつけます。で、作り目1目飛ばして、その次の目。作り目で言うと3目目ですね。針を入れて、途中までの長々。この途中までの長々編みを4目編みます。はい。こんな風に長々編みが4目かかりました。そしたら針に糸をかけて、今この針にかかっている5本を一気に引き抜く。これで長々編み4目の玉編みが編めました。で、ここから鎖編みを2目編んだら、作り目1目飛ばして、その隣の目に細編み。これを繰り返していきます。こんな風に玉編みがポコッとなります。鎖編み2目、長々編みを1目飛ばして隣の目。で、鎖編み2目編んで、細編み。こんな感じで繰り返していきます。1段目、最後の鎖2目まで編めました。そしたらこの1目目に編んだ細編みの頭に針を入れて引き抜きます。これで1段目が編めました。次2段目ですね。2段目は立ち上がり鎖3目。で、そしたらこの長々編みの玉編みを3目編みます。長々編みを途中まで3目編んで玉編みにします。で、この鎖3目はこの玉編みでいうとこの右側の1本とカウントしています。で、鎖2目編んで、この前段の玉編みの頭に細編み。で、鎖2目。今度はここの細編みに玉編みという風に編んでいきます。2段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目。で、前段の細編みに玉編みを編む。で、引き抜くと。で、鎖編み2目。で、今度ここ、玉編みの頭、ここですね。ここに針を入れて、細編み。で、鎖2目。で、次は前段の細編みに針を入れて、長々編み4目の玉編み。基本的にこの模様は、もうこの2段を繰り返していく模様となっています。こんな感じでポコポコが段々になって、編まれていきます。
2段目最後の鎖2目まで編みました。そしたら、ここに針を入れて引き抜く。これで2段目が編み終わりです。で、こんな風にして、まずは5段目まで輪で編んでいきます。はい、こんな感じで5段目まで編み終わりました。はい、それではですね、6段目以降は平編みで編んでいきます。今ここで編み終わってて、ここから立ち上がり鎖3目で、この2段目、4段目と同じですね。立ち上がり鎖3目を長々編み1目とカウントして、長々編み4目の玉編み、鎖2目細編み。ここからはここまで編んできたのと同じ編み方です。で、ぐるっと編んできたら、通常はこの鎖2目編んで、ここで引き抜き編みをして止めてたのですが、ここまで編んだら、この細編みに、この玉編みを編みます。で、編み終わりです。で、そしたら次の段で鎖1目立ち上がって、細編みで今度こっち向きに編んでいきます。で、8段目はこっち向きに編んでいく。というような風にして、11段目まで編んでいきます。はい、それでは6段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3。ここはそうですね、2、4と同じなので、特段難しいことはないかなと思っています。ここまで編みました。この鎖2目ですね。で、通常だったらここで閉じるんですが、ここから平編みなので、ここに玉編みを、最後の玉編みを編みます。ちょっとね、この立ち上がりとかをまたぐ感じになるので、気持ち強引かなと思うのですが、気にせず編んでいきます。こんな感じで6段目編み終わりました。今ここの玉編みで編み終わってます。そしたら次立ち上がり1目で細編みで、今度7段目7、9、11は裏から編んでいきます。で、裏からとは言うんですが、この玉編みなので、なんて言うんですかね、ポポッと指で裏返せば表に出てきます。ちょっとそれ動画で説明します。それでは7段目編みます。立ち上がり鎖1目を編んだら、くるっと返します。で、先ほど編んだ玉編みの頭に針を入れて、細編みで鎖2目。で、玉編みを編みます。裏から今編んでるんですが、特に何も気にせず、普通に玉編みを編んでいってください。で、鎖2目。細編み。で、こんな風に指でキュッと押せば表から見た時にポッとした玉編みになります。で、こんな感じで平編みで表裏表裏と、編んでいきます。編み方基本的には前段までで編んできた編み方と同じなので、特に迷うことはないかなと思っています。それではこの図案の通り11段目まで編んでいきます。はい、11段目まで編めました。こっちが1段目で輪になっていて、6段目以降から平編みでこんな風になります。で、ここから顔が出ますね。ここ11段目でここから顔が出る感じ。こういう感じになります。それではこの後頭部のここを閉じていきたいと思います。
とじ針にですね、糸を通して閉じていきます。で、なんかギューッと閉じるというよりかは、ちょっと縦長気味にこんな感じに閉じていきたいと思います。裏から閉じていきますね。一旦裏返して、で、この端にくるっと糸をつけます。そして、この作り目のこの目を拾いながら閉じていきます。なんかコツとしてはちょっとこのかがりながらちょっとキュッと引き締めていくイメージですかね。そうするとちょっとキュシュキュシュッと縦に寄っていくと思います。こんな感じで。はい、これで閉じれました。表から見るとこんな感じで閉じられています。これでボンネットの頭の部分が完成です。それでは顎紐編んでいきます。鎖編み109目で作り目をして、細編みを1段編みます。それでは編んでいきます。作り目、ボンネット1段目の前に編んだ作り目と同じですね。鎖編みで作り目をしていきます。こんな感じで109目編む。そして、ちょっと今短めで説明します。109目も作り目を編んだら、立ち上がり鎖編み1目をして、この作り目をくるっと返すと、このポコッとあるんですね。これだけを拾って、これ裏山なんですが、裏山だけを拾って細編みを編んでいきます。裏山だけ1本拾って細編み。裏山だけ拾って細編み。こんな感じで細編みを109目ですね、編んでいきます。109目編んだものがこちらになります。ちなみにこの顎紐の長さ、ちょっと伸縮はするので、あくまでこの編み上がった長さになるのですが、134センチですね、編み上がってます。それでは図案の指示通りに、ボンネットのこのお顔周りですね。この先ほど編んだ紐を通していきます。
で、ここ細編みで終わってます。なので、細編みを上から入れて、玉編みが表に出るようにして、このように紐を通していきます。細編みをまたいで、玉編みの下をくぐって通していきます。こんな感じで紐が通し終わりました。で、これをかぶって、ここ顎下で結べる仕様となってます。それではネームをつけます。今回はそんなに目立たなくて、ネームは目立たなくていいかなと思うので、どうしようかな。紐につけてもいいし。悩みましたが、この紐先につけようと思います。2つ折りにして縫っていきます。こんな感じでネームつきました。重さを測ります。111g なので、3玉以内で完成します。で、サイズです。深さが21センチ。で、横幅というか顔周りですね。ぐるりで50センチで仕上がってます。完成です。で、こんな感じでね、お顔を入れて、顎下で、こうやってね、結んで、ちょっとフードっぽく首に下げてもいいし、頭にかぶっても可愛い。いろんな使い方ができます。で、これを、なんと、キュッキュッキュッと結ぶ、引っ張ると、ちょっと巾着バッグにもなるという仕様です。ちょっとここが開いてるんで、ここから荷物を出し入れして、なんか持つような雰囲気で持つと可愛いかなと思います。まるでブドウですね。巨峰って感じです。いかがだったでしょうか？ポコポコの可愛いモヘアで編んポコポコのボンネット。ぜひぜひこの冬編んでみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。